はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。今日はですね、バンクーバーに来て、なんと私、猫カフェデビューしました。はい。実は日本に住んでるんですけど、実は猫カフェに今まで一回も行ったことないんですよ。ずっと行きたいなと思ってたんですけど、なんか行ってなかったんですよね。なんかこう勇気がいるというか、ドキドキするっていう感じで、心配、緊張とかそういう気持ちで。で、今回、友達に猫カフェに連れてってもらって、バンクーバーでなんと猫カフェデビューいたしました。はい。ということで、猫はね、スーパー可愛くて、写真見たい方は、私のインスタグラムに載ってるので、ぜひ見てみてください。もう猫が可愛すぎて、本当に幸せな時間を過ごしました。はい。ほとんどの猫が寝てたんだけどね。お昼過ぎに行ったから、多分、ご飯食べた後。でも寝ててもいいのよ。可愛い。見てるだけでも、ってなって可愛かったですね。はい。ということで、今日は日本のペット事情についてお話ししたいと思います。はい。以前もね、ペットの話したんですよね。あと、動物カフェについてもお話ししたと思うので、もし気になる方はそちらのエピソード、またご覧くださいませ。はい。で、とある調査を見まして、2021年のペットの、犬と猫の、調査結果です。はい。犬と猫、2021年どっちが多いかというと、猫です。はい。8946千頭。これちょっと私数字がよくわかんないんだけどさ、8946千頭って書いてあるから、いくつだろうって感じなんですけれども、とにかく8946千頭が猫ちゃん。で、7106千頭が、ワンちゃん。犬ですね。はい。なので、猫の方が多いですね。で、これはですね、実はね、2013年は犬の方が多かったんですよね。で、2014年、だいたい10年前、8年前ぐらいか、に、犬と猫の数字が逆転しました。で、猫ちゃんの方が人気になったのはだいたい8年前ぐらいから。はい。なんだろうね、なんか、いきなり猫人気になったよね。もちろん猫はずっと可愛いんですけど、昔はペットはイコール犬のようなイメージがあったので、はい。最近は猫がやっぱり多いですよね。はい。で、日本ではどんなワンちゃん、どんな猫ちゃんを、皆さん飼っているかっていう感じなんですけれども、皆さんの国はいかがでしょうか？どんな種類のワンちゃん、猫ちゃん人気でしょうか？ね。日本ではですね、日本っていうか、主に大都市の、東京とか大阪とか福岡とか、そういうところで飼うとなると、小型犬がほとんどになると思います。はい。じゃあまず行きましょう。2021年、一番人気な犬、ナンバーワン、トイプードルです。はい。可愛いよね、トイプードル。トイプードルはですね、私も飼いたいなと思ってるワンちゃんの、一つなんですけど、どうして人気かというと、もちろん可愛い。本当にぬいぐるみみたいにふわふわの毛で可愛いんですよね、トイプードルって。で、小さいので飼いやすい。マンションでも飼いやすい。で、吠えない。比較的あまり吠えないんですよね、トイプードル。賢いので、かなり。はい。なので、ちゃんと教育すれば、しっかり賢いワンちゃんになる。ので飼いやすい。あと、毛が長いんですけど、毛のケアを、なんかしやすい。落ちにくいんですね、毛がこう、ポン、ポンってね。なので、毛のケアとかもしやすい。はい。で、匂いも結構少ないようなワンちゃん。トイプードル。で、散歩もめちゃくちゃ多いわけではない。1日に1回とか2回とか。散歩もすごく、たくさん取らなくてもいいっていうので、一人暮らしの人とか、今までワンちゃんを飼ったことない人も飼いやすいのがトイプードルと言われていますね。本当にトイプードルよく見るんですよ。めっちゃ可愛いんですけど、トイプードル。でも、マジでいっぱい見ますね。東京で、道歩いてるとね。はい。で、2番目は柴犬です。みんな大好き、柴犬。はい。
柴犬嫌いって言ってる人は私、今までに会ったことないですね。柴はね、本当に可愛いですよね。ただ、柴のマイナスポイントっていうのは、大きさですね。はい。1位のトイプードルは小型犬って言って小さいサイズのワンちゃんなんですけど、柴犬は中型犬ですね。なので、日本のマンションほとんどそうだと思うんですけど、大体ペット OK のところとペットダメなところ。で、ペット OK なところは少ないんですよ、まず。で、その中でもペット OK で、ワンちゃんが OK で、中型犬が OK なところってほぼない。多分すごく高い高級マンションとかになると思うんですよね。大体、飼って OK なのは、小型犬まで。私が住んでるマンションも小型犬までです。だから柴は中型犬なので飼えないんですよ。ってことは、多分柴犬飼ってる人のほとんどは一軒家の人が多いと思います。まあ田舎とか一軒家の人が多いと思います。はい。でも2位ですね。素晴らしい。人気です。とっても。で、第3位はチワワです。はい。チワワね、かなり最近少なくなっていますね。多分5年前とか10年前はかなりチワワがブームだったんですけど、ちょっと少なくなってます。はい。次も、5年前、10年前、チワワと同じぐらいにブームになったミニチュアダックスフンド。体が長いワンちゃんですね。はい。かわいい。次、シーズ。そしてパピヨン。ポメラニアン。ヨークシャテリア。マルチーズ。そしてゴールデンレトリバーですね。はい。ようやく大型犬が出てきました、ここで。ゴールデンレトリバー。まあ、ちょっと犬の名前よくわかりませんって人いるかもしれないんですけど、ぜひそしたらググってください。はい。YouTube にはちょっと写真を載せておこうと思うんですけど、今ね、ゴールデンレトリバーが出てくるまで全部小型犬なんですよね。はい。やっぱり、日本は小型犬が多いなと思います。はい。まあね、大型犬を飼うのは夢だけどね、ちょっと東京じゃまず無理だなって私も思いますね。はい。で、次、猫ちゃん。猫ちゃんは、2021年1位はアメリカンショートヘアです。はい。よく見ますね、アメリカンショートヘア。野良猫にも多いよね、アメリカンショートヘアっぽい、ね、なんか、しましまの可愛い猫ちゃんでございます。はい。飼いやすいとも言われていますよね。で、2番目は、スコティッシュフォールド。スコティッシュフォールドは、耳がすごい短い、顔がちょっと丸い、可愛い猫ちゃんですね。はい。かなり最近人気になってると思うね、スコティッシュフォールド。ここ2、3年でかなり人気出てますね。はい。次。この猫もこの2、3年で増えてます。マンチカン。マンチカンは足が短い猫ちゃんで有名ですね。はい。かわいい。で、第4位が私が一番好きな猫ちゃん。ペルシャですね。毛が長くて、顔がちょっといつも不機嫌みたいな顔してて、悪いマフィアの金持ちとかがこうやって飼ってそうな猫。はい。なんか、そのイメージ。私は不機嫌な顔がすごい好きで、ペルシャですね。はい。もう人気。次、ロシアンブルーですね。ロシアンブルーはね、10年前ぐらいすごい人気だったけど、ちょっと数が減ってますね。はい。でもまだ人気。まあそんな感じでございます。皆さん飼ってる猫ちゃん、ワンちゃん、どんな種類の猫ちゃんワンちゃんですか？はい。でね、もう一つ面白い結果があって、ペットとの関係性というアンケートがあったんですよ。はい。生活に、ペットが生活に喜びを与えてくれる存在かどうかっていうことですね。まあ、あなたの生活で喜びを与えてくれるものは何ですか？誰ですか？というアンケートですね。これ面白いのが、犬を飼ってる人が答えたのは、1位、家族なんですよ。家族が一番、喜びを与えてくれる。で、2位がペットなんですよ。これが犬を飼ってる人のアンケート。1位が家族、2位がペット。まあですね。で、猫になると、これが面白いことに変わって、喜びを与えてくれるのは1位ペットなんですよ。だからイコール猫。で、2位家族なんですね。これ結構面白いなと思って。猫強いですね、やっぱり。
猫を飼ってる人は猫が一番の幸せを与えてくれる。で、犬を飼ってる人は、人間の家族が一番の幸せを与えてくれて、2番目がワンちゃんっていう風になるんですね。これはなんかどっちが大事かとか、なんか猫の方が大事だからっていう感じじゃなくて、関係性の問題だと思ってて、よく言うのは、犬は友達になってくれる。パートナー、仲間みたいな感じですね。もちろん家族なんですけど、犬は一緒に遊んでくれるし、一緒に散歩して、なんかこう、ご主人様って言って、なんか、ね、主人と犬の関係って、なんかすごく素敵じゃないですか、なんか。ね。はい。そういう風になんか、相棒みたいな感じになるんですよね、ワンちゃんは。でも一方で猫っていうのは、そうはならないんですよね。相棒にはならなくて、人間が猫の奴隷になるって言われますよね。私、それが本当にこの結果に出てると思ってて、もう人間は猫の奴隷なので、猫様なんですよね。だから猫が一番なのよ。もう猫が何をしたいかによって人間の生活が変わってくるんですよね。はい。だから、猫が一番なのかなってちょっと思いました。はい。皆さんの生活はいかがでしょうか？はい。ちなみに私は、どちらも本当に同じぐらい大好きです。で、夢は、ワンちゃんと猫ちゃんを両方お家で飼うことが私の夢ですけれども、今の現状だとね、犬はまだちょっと厳しいのかもしれないと思いますが、はい。そんな感じでした。で、皆さんのね、ペットのことについてぜひ教えてください。じゃあ今日は、犬と猫のペット事情でした。今日話した話、また、トランスクリプト作りますので、私のウェブサイトチェックしてみてください。ちょっと気になった方いるかもしれないんですけど、部屋変わりました。はい。広くなりましたね、ちょっと。いい感じです。イエーイ。はい。で、なんだっけ。Twitter、Instagram、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。あと、Patreon。こちらのメンバーも募集しております。Patreon ではですね、私のボーナスコンテンツ、ボーナスポッドキャストとか、私のブログとか、このポッドキャストの、新しいフレーズ、言葉の意味について説明してますので、ぜひチェックしてみてください。あと、シャドーイングコースのメンバーも募集しております。詳しくは、こちらのビデオをご覧くださいませ。はい。以上かな。何かリクエストある方、ぜひ私に、クエスチョンボックスがあるので、ぜひ、リクエストお待ちしております。以上。8月、まだまだ暑いと思いますが、皆さん頑張っていきましょう。はい。では、そんな感じで、また次回。さようなら。